今日が終われば俺に残された時間はあと10日。吉野と陽一に残されているのはわずか12日と半分だ。本当に大島に生き残るための手がかりはあるんだろうか。変だわこれ。摂氏、心臓の冠動脈。コブみたいですね。これが心臓への血液の流れを止めたのかしら。じゃあ腫瘍ですよ。血管に腫瘍ができるなんてほとんどないわよ。どうしましょうか。とりあえず細胞培養に回しましょう。クバ。うぬはダーセン、よごらをあげる。椿の季節か。暗いのは俺たちだけか。私別に暗くないですけど。まずどこから調べましょうか。とりあえず村役場に行くか。山村静子について何か資料が残ってるかもしれない。私レンタカー聞いてきます。うん。先輩、大島に来れば何かわかるかもしれないって私が言ったわけ。教えてあげましょうか。おう。ちょっと止めてください。先輩、あのビデオに出てきた山、どんな形してたか覚えてますか？ほら。この人に行けば昔のこといろいろ知ってるだろうって。郷土史からそうです。元町か。吉谷神社の2軒の隣だって。これだろ。俺たちは地元の郷土史家から山村静子のいとこが民宿を営んでいることを知った。
ご安心ください。今日は刑事として来たんじゃありません。実は私この度刑事を辞めましてね、今日はそのご挨拶に。本当は3年前息子が事件を起こした時に辞めるべきだったんだが、あなたのおかげでようやく吹っ切れましたよ。ところであなたには血のつながらない妹さんがいらっしゃいますよね。高野舞さん。彼女は亡くなった金田教授の教え子だったらしいですが、最近学校に姿を見せておられないようですが、一度お会いしたくなりましてね。妹には近づくな。もうあんたは刑事じゃないんだろ。だからですよ。ようやく恐れるものがなくなった。死ぬまで貴様を追ってやる。はい、中央新聞整理部です。浅川ですけど、もう一日だけ休み取りたいんだ。部長に言っててくれないかな。ちょっと待ってください。今部長と変わります。浅川か。一体どういうことなんだ。すいません、子供の具合がまだ。そんなことじゃない。高山隆二が釈放されたのを知ってた。お前が刑事を脅したんじゃないのか。いえ。ボケるんじゃない。今社会部の川村がここに来てる。話は全部聞いたぞ。そこまではっきりと。うるさい。お前な、自分がしたことが分かってんのか。とにかくこっちへ来い。いけません。何。どうしてもやらなきゃならないことがあるんです。ほっといたら大変なことになる。ふざけるのもいい加減にしろ。おい、浅川、浅川。話は聞いたよ。単なる心筋梗塞じゃなかったって？ええ、心臓冠動脈のエンドテルの部分に見たこともない細胞の塊が。血管壁にかね。驚きました。今細胞培養に回してます。そうか。抗体の試薬が必要だったらすぐに言ってくれ。何とかするから。ありがとうございます。ああ、それから君にも協力してもらった高山隆二の件だがね、取り調べは中止したそうだ。ゴブレルの読書の調査もですか？それはよくわからんのだ。警察も変に口を濁してるんでね。宮下さん。うん？ちょっと来てください。ちょっと待って。ちょっと待ってじゃなくて、見つかった死を培養したじゃないですか。え？何？まだたった3時間しか経ってないんですけど。半端じゃないでしょ、増殖の速さ。ごめんください。すいません。ごめんください。すいません。すみません、驚かせてしまって。どうぞどうぞ。吉野、あの面なんだか怖そうですね。この村の守り神だと言い伝えられています。守り神。はい、この村を災いから守ってくれてるんだそうです。ただ
戦後すぐの頃妙な事件があったんです。東京で強盗を働き追われていた男がこの島に逃げてきたんです。男はこの村に泊まりました。翌朝男は体をズタズタに引き裂かれて死んでいたんだそうです。村の人たちは鬼のたたりだと噂しましたもちろん本当のことかどうかは今となっては分かりませんがそうですよねお待たせしました。山村でございます。東京から取材だそうで。中央新聞の浅川です。今度大島の特集をやることになりまして、こちらの島の出身でかつて話題になった方たちのことを調べております。そらそらご苦労様でございます。浅川様。早速ですが、山村静子さんとはいとこ同士だそうで。ああ、子供の頃はよく一緒に遊んだものです。静子さん今どちらにいらっしゃいますか？できれば直接お会いしてお話を伺いたいんですけど。ご存知のことかと思っておりましたが、静子はもうこの世にはおりません。50年近くも前に亡くなりました。失礼します。チャイムを鳴らしたんですがお返事がなかったもんですから。高野舞さん。高野舞さんです。お兄ちゃん。静子は確かにちょっと人とは違うところのある子供でした。ある時静岡の方に嫁いだ私の姉の死を言い当てたことがあったんです。けっちゃん、明日お葬式だよ。誰の？けいちゃんのお姉さん。何言ってんだしず。姉ちゃんは生きてるよ。静岡へお嫁に行ったんだ。明日死んじゃうの。生きてるよ。死んじゃうの。静子の言った通り姉は翌日亡くなりました。戦争が終わってしばらくしてでしょうか、東京から偉い先生がこの島に見えました。その先生は静子にいろいろな実験をさせました。しばらくして2人は東京に出てきました。周りの者たちはみんな反対したんですが、静子の方がどうしても行くと言って聞かなかった。多分東京から来たその先生を好きになってしまったんじゃないかと思います。静子はそれっきりこの島に戻ってきませんでした。戻ってこなかった？ええ。この記事には静子さんは郷里に帰ったと書かれてありますが、これはおそらく憶測で書かれたものでしょう。東京の警察から電話が入り、私が骨を取りに行ったことがありますから確かです。それが昭和25年の夏だったと思います。そうですか。ちょっと失礼します。もしもし。宮下です。
管理人を病理解剖したの。やっぱりただの心臓麻痺じゃなかったわ。普通の心筋梗塞というのは心臓に向かう動脈が硬化して、そこにコレステロールやなんかの脂肪が付着して起こるの。血管が細くなって、そこから先に血液が流れなくなってしまうわけ。でもあの管理人の場合は血管は詰まってんだけど、でもそれは動脈硬化によるものじゃなかったの。ということは腫瘍。血管の中に癌ができたってこと？そうね、まあそういうふうに考えてもらってもいいわ。でもね、血管内に腫瘍ができるということは、ほとんどないのね。しかもその細胞の分裂速度が異常に速い。とにかく今何がその細胞の塊を作り出したのか調べてるところよ。ウイルス？かもしれない。だとすると私たちが今まで全く知らなかった新種のウイルスってことも考えられるわ。ねえ今からこっちに来れる？もう少し詳しく説明してあげられると思うんだけど。実は今大島なんだ。大島？うん。なんで大島に？いや、もういいんだ。こっちは外れだった。できるだけ早くそっちに戻るようにするよ。いろいろありがとうございました。東京に戻ることにしました。いや、せっかくですから今夜ゆっくりなさってください。休養ができたもんで。浅川だ。何か見つかりましたか？お前の予想は外れだ。山村静子はもうこの世にはいない。50年も前に死んでたよ。代わりに一つ情報がある。病理解剖された八ヶ岳の管理人の遺体から異常が見つかったそうだ。今から東京戻る。ふざけるな。どうした元気ないな。せっかく大島に来たんだから最後に食事ぐらいもっと豪華にすればよかったなって。そうやそうだな。今からどっか行くか。もう食べちゃいましたよ。もっと早く言え。なんで私から言わなきゃいけないんですか？でも時間の経つのって早いですね。なあ吉野、お前俺と一緒にいることないぞ。助かる方法なら俺一人でも見つけられる。お前もっと時間を有意義に過ごした方がいい。有給休暇だって残ってるだろうし、好きな男だっていいんだろう。そんな死ぬ間際みたいな言い方しないでください。別にそういうわけで言ったんじゃない。それに先輩一人じゃ無理です。私みたいに頭の柔らかい切れる人間がそばにいないと。先輩カッとなるとすぐ変な方に突き進んじゃうじゃないですか。そうか。そうですよ。信用ないな。信用ないです。さっき何怒鳴ってたんですか？車の中電話で怒鳴ってたじゃないですか。ああ、あれか。高山隆二、何か気に障ることでも言ったんですか？せっかくだから山村静子の墓参りでも行ってきたらいかがですかって。墓参り？負け惜しみのつもりなんだろうけどな。冗談じゃないよな。あいつのおかげで一日ダメになった。ねえ先輩、
高山隆二の目的って一体何なんでしょうか？目的？あの人ゲームだなんて言って実は何か他に目的があるような気がするんです。私たちあの人のために動かされてるだけみたいな。その内化けの皮が剥がれるよ。心臓麻痺の原因が医学的に解明されればいずれ俺たちも助かる。そろそろ船に出る時間だ。ここ私が払います。後で思いっきり高い店で返してもらいます。忘れないでください。これは貸しですから。おい、すいません。おいくらですか？1500円になります。すいません。はい。その歌何の歌ですか？ああ、子守歌ですよ。この島に伝わる。証文ばかりしてると打線僕。そこです。今打線なんとかっておっしゃいましたよね。打線ってどういう意味ですか？打線は来年です。そしたら、この意味ご存知ですか？夜空をあげる。ああ、子供を産むというようなことですか。お前は来年子供を産む。やっぱりこの島何かあるんですよ。子供って何のことでしょうか？あのビデオに出てきた赤ん坊のことかもしれないな。赤ん坊、男、三原山。あなたはインターネットで私の文献を調べましたね。高山隆二さん、わざわざ来てくださったの？私もあなたの論文をいろいろと読ませていただきました。とても興奮した。ありがとう。警察にゴブレルの毒のことを教えたのはあなたですね。ええ。残念ながらあなたは間違っています。ゴブレルではあの犯行は不可能です。それは今警察が調べてるわ。呪いは存在します。じゃあ私とは意見が合わないよね。浅川和之さん、ご存知ですよね。彼に今何が起こっているか知っていますか？あなたと何か関係があるの？次に死ぬのはあの人です。浅川さんもまた呪われた。助かる方法はたった一つ。それを見つけない限りあの人は死ぬ。あの人は今自分を呪った相手を探しています。あなたなど信じていないんですよ。いい加減見せちょうだい。あの人は今心臓麻痺で5人が死んだ事件を調べてるわ。5人が死んだのは呪いの力です。5人が死んだのは呪いなんかじゃないの。心臓冠動脈の腫瘍が原因なの。ではその腫瘍の原因は何ですか？ DNA の異常による細胞の増殖。では DNA の異常の原因はウイルスですか？ではウイルスが生まれた原因はどこまで行っても答えは見つかりません。そうやってあなたは現象を細かく切り刻んで名前を付けているに過ぎないんです。それが科学の限界だ。私もそれを知り絶望した。あなたに浅川さんは救えない。言いたいことはそれだけ？
細胞の培養をやめていただけませんか？これは呪いの産物です。あなたの手に負えるようなものじゃない。バカなこと言わない。誰かが腫瘍を見つけ、その細胞を増殖するぐらい呪いをかけたものは計算済みです。あなたはもう呪いの中に組み込まれている。残念だけど私は呪いなんか信じてないの。あなたは失敗する。随分自信があるのね。私にはあなたの未来が手に取るようにわかります。自分と科学の無力さに打ちのめされ、呆然と泣き崩れるあなたが見える。今ならまだ引き返せますよ。あなたと話すことはもう何もないわ。今に大変なことが起こりますよ。あなたはまだ気づいてない。おや、お帰りになられたんじゃ。いえ、泊まることにしました。この島が気に入りましたもんで。こちらに泊まらせていただいていいですか？もちろんですよ。どうぞゆっくりなさってください。部屋はここと隣をお使いください。どうぞ。ありがとうございます。明日山村静子さんのお墓をお参りしようと思ってます。静子の墓、こちらにはありません。東京で葬られました。東京のどちらで？もう静子のことは勘弁してください。誰にでも思い出したくないことはあるものです。1957年昭和32年に三原山が噴火した時の記憶だ。島全体で死者11人、怪我人53人。まだ溶岩流の後だ。この村はちょうどこの真下にある。なのに死者も怪我人も出なかった。変だと思わないか？確かに変ですね。資料館の人に調べてもらったらなぜか偶然この村の人たちは全員出かけていて、誰一人家には残っていなかったそうだ。どういうことでしょうか？あらかじめ全員避難していた。誰かが予知したんだ。まさか山村静子。でもここのご主人、さっき静子さんは50年も前に亡くなったって。嘘ついてんだ。見たろ、俺が山村静子の墓のこと聞いたら、山村さん急に顔色変わった。山村静子は生きてる。だから彼女の墓はここにはない。高山の言ったことは正しかった。せっかくですから山村静子の墓参りでもしてきたらいかがですか？でもどうして？それは分からない。ただ多分山村静子は俺たちのすぐ近くにいる。ゴブレルの毒素ではなかったんですね。大使館に手を回して警察がようやく毒素の実物を手に入れたそうなんだ。
あの毒素は体に反転状の出血性シアンが出る。痕跡を隠すことは不可能。高山の容疑は正式に晴れたそうだ。まあ呪いを肯定したことにはならんがね。ゴブレルであの犯行は不可能です。間もなく呪いは存在します。今に大変なことが起こりますよ。あなたはまだ気づいてない。今日はこれで帰ります。いいわ、ご苦労様。デート？はい。いいな。でしょう。始まりよろしくね。はい。どうした？舞。大丈夫。何も心配すんな。舞。いい子にしてるか？パパ。ちゃんとご飯食べたか？うん。おばあちゃん何作ってくれた？エビフラよかったな。イ。ねえパパ。いつ帰ってくるの？できるだけ早く帰る。早くっていつ？ねえパパ。多分明日だ。本当？現場だ。それまでいい子にしてんだぞ。はい。じゃあおやすみ。おやすみなさい。あと9日。先輩、もう寝ました？どうした？眠れなくて。ほら、寝てる間に鬼が襲ってくるなんて話昼間聞いちゃったから。バカか、あんなもん信じてんのか。そういうわけじゃないんですけど。おい、私もこっちで寝ていいですか？ダメに決まってんだろ。私の部屋なんか変なんですよ。気のせいだ。ダメだ。
けたんじゃないか。ボケてなんかないですよ。誰かが私の部屋を覗いて、それから出てったんです。どこに消えちゃったんでしょうね。ゆっくりお休みになりましたでしょうか。はい。これからどうなさいますか。船の時間までこちらを見て回ろうかと思ってます。そうですか。またお越しください。お世話になりました。失礼します。ここで見失ったんですよね。先輩、あそこ。何もないみたいだな。どうした。そこ。してると打線僕が来る。あなた山村静子さんですね。外の扉の文字はあなたが念写したもんですね。
あのビデオはあなたが作ったもんですか？呪いはかけられた。13日後にお前は死ぬ。あれはあなたが念写したもんですね。僕たちはあのビデオを見てしまったんですよ。僕たちだけじゃない。もうすでに5人の人間があのビデオで死んでるんです。なぜあんなことしたんですか？助かる方法って何なんですか？お願いします。答えてください。お願いです。どうして一つだけしなければならないことがございます。後ほどもう一度来てください。その時にはすべてをこの島に災いが再び訪れる。災いって何ですか？時間がないんです。教えてください。見てはならぬものを見てしまわれた。